今日はフライパンで簡単に作れるかぼちゃ蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はですね、フライパンで簡単に作れるかぼちゃ蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回は蒸しパンシリーズでございます。今が旬のね、夏野菜、かぼちゃの甘みを生かしたとても美味しい蒸しパンです。今回はですね、表面がパカッと割れる蒸しパンにしていきます。そしてですね、生地の中に入れるかぼちゃは皮を使えません。なのでその皮を使ったすごく簡単なアレンジレシピもご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速作っていきます。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、かぼちゃ、蜂蜜、サラダ油です。こちらの材料で作っていきます。今回ね、ホットケーキミックスを使うんですけれども、薄力粉を使う場合は、ホットケーキミックスと同じ分量 150g に対して、ベーキングパウダーが 5g、あとはプラス砂糖を 20g ぐらい入れてみてください。こちらのかぼちゃは、生地の中に入れる方と、あとはトッピングで使う方を2つ使い分けていきます。そして今回使用するのがこちら、8号サイズの紙カップを使用していきます。これはですね、100円ショップのキャンドゥさんで購入しました。こんな感じで薄いので、この紙カップだけだとどうしてもね、カップが広がってしまいますので、このようにこういったシリコンカップまたは同じぐらいの大きさの容器に入れて使うようにしてください。こちらはあらかじめこのようにしてセットしておきましょう。今回の分量でいくと8号サイズのカップで6つ分になります。それではまずこちら、生地の中に入れる方のかぼちゃを切っていきます。まずね、かぼちゃを適当な大きさに切っていきます。よいしょ。で、この時ね、かぼちゃの皮とかすごく硬いので手を切らないようにだけ注意してください。このぐらいの大きさですね。だいたい一口サイズぐらいを目安に切ってみてください。中に入れるかぼちゃはこの皮は使わないので、皮をね、こうやって包丁でそぎ取りましょう。大きいままだとね、ちょっとやりづらいので、こうやって切ってからかぼちゃの皮をね、研いでいただくのがおすすめです。このように切り分けました。で、こちらのね、かぼちゃの皮もったいないので、後で簡単なレシピをご紹介します。なので、かぼちゃの皮はね、きちんときれいに洗ってから切るようにしてください。で、そしたらですね、この後電子レンジで加熱して柔らかくするんですけれども、火が入りやすいようにさらにこれを半分ぐらいにね、切っていきます。はい、このように細かくします。で、そしたら耐熱のボウルに入れます。そしてラップをふわっとします。こちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。加熱し終わりました。それではマッシャーやまたはフォーク、スプーンなどで潰していきます。で、この時ね、まだちょっと硬いなっていう時はプラス30秒ずつね、加熱してみてください。で、すごくね、この器とかも熱いのでやけどしないように注意してください。で、しっかりとね、細かめに潰していきます。はい、このように潰しました。で、そしたらですね、さらにちょっと今回はね、一度こしたいと思います。で、この工程はマストじゃないんですけれども、こしていただくとかぼちゃの筋とかもね、取り除けますので、ぜひね、時間がある時はこしてみてください。それでは少しね、網目の細かいこういったこし器を用意してください。または網目の細かいざるなどでも OK です。これはね、100円ショップとかにも売ってるので、ぜひチェックしてみてください。で、ここに潰したかぼちゃをのせます。そしてかぼちゃをこします。ちょっとね、一手間なんですけど、これをやっていただくだけで美味しくできるので、ぜひ時間がある時はやってみてください。はい、このようにとても滑らかなかぼちゃに仕上がりました。かぼちゃはこれで OK です。そしたら続いてトッピング用のかぼちゃです。ちっちゃいね、コロコロサイズに切っていきたいと思います。よいしょ。で、この時も硬いので手を切らないように気をつけてください。で、このトッピングは皮ごとね、使っていきたいと思います。で、これを半分に切って、だいたい1センチ角ぐらいのね、大きさにしていきます。トッピング用はこれで OK です。こちらも耐熱の容器に入れていただいて、ふんわりラップをして電子レンジ 600W で1分半加熱します。はい、1分加熱しました。ラップを外します。やけどしないように注意してください。で、少しね、このまま粗熱を取っておきます。
それでは生地を作っていきます。まず大きめのボウルに先ほどペースト状にしたかぼちゃを入れます。サラダ油を加えます。そしてよく混ぜます。で、かぼちゃのペーストはこうやって少しずつね伸ばしていきましょう。最初からね多めの牛乳とかに入れてしまうとダマになりやすいので、量の少ないね最初は油となじませていきます。じゃあ続いて蜂蜜で、これで混ぜます。牛乳を少しずつ加えます。で、これね牛乳一度に入れちゃうとこれもダマになりやすいので、少しずつ加えてなじませていきましょう。だいたいね3回ぐらいに分けていただくといいかなと思います。で、残りの牛乳も入れます。そして混ぜましょう。このようにきちんと混ざれば OK です。続いてここにホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスは必ずねふるって加えるようにしてください。そのまま入れてしまうと結構ねダマになったりしてしまいます。で、あとですね、粉類は必ず一番最後に入れてください。薄力粉で作る場合も同じなんですけれども、最初に粉類混ぜてしまうと結構ダマになりやすいので、一番最後に粉類は入れてください。で、これでよく混ぜます。はい、これで OK です。このぐらいねもったりした生地にしてください。かぼちゃの水分量でもこの生地の硬さが変わってくる場合があります。生地がこのぐらいねもったりしない場合はホットケーキミックスを 10g ぐらいずつ加えてみてください。逆にね硬くなりすぎちゃったなっていう時は牛乳で生地を緩めてください。生地の硬さはこのぐらいです。このぐらいぼってりするぐらいですね。このぐらいの硬さを目安に作ってみてください。それでは用意しておいたこちらの型の中に生地を入れていきます。この生地ね硬いのでスプーンですくって入れましょう。だいたい型の7分目から8分目ぐらいまで生地を入れます。ではねどんどん入れていきたいと思います。はい、生地を入れました。で、今回の分量でいくと6個分になります。なんですけどかぼちゃの水分量とかそういったものでもねちょっと変わってくるかなと思いますので、だいたい6個から7個ぐらい目安かなと考えていただくといいかなと思います。空洞がねできないようにこうやって少し高いところからトントンしてください。で、あとはですねこういった竹串などでちょっとねくるくるして表面を整えます。これで OK です。あとはこちらですね、先ほど作っておいたトッピングのかぼちゃを上に飾ります。はい、こんな感じでトッピングしました。で、このトッピングの仕方はねお好みで OK です。それでは早速こちらをフライパンで蒸していきます。フライパンにそこから1センチぐらいのお水を張っていただいて、まずこちらを沸騰させます。はい、水が沸騰しました。そしたら一旦火を止めます。で、火を止めると蒸気がバーッと上がってくるのでやけどしないように注意してください。で、そしたらここにやけどしないように型を並べていきます。はい、でこのように並べたらまた火をつけて、火加減でちょっと強めの中火です。そしたら蓋をしてこのまま10分蒸していきます。途中でお湯がなくなった場合はお水で大丈夫なので追加でね加えるようにしてください。それではこのまま蒸していきたいと思います。はい、10分経ったので火を止めます。それでは開けます。やけどしないように注意してください。オープン。じゃじゃん。はい、こんな感じで上がパカッと割れた美味しそうな蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がってます。それではねやけどしないようにフライパンから取り出します。ちょっとね冷ましてから取り出していただいても OK です。はい、こんな感じで完成しました。そしたらやけどしないように型から取り出します。で、このねカップの側面がちょっと湿ってるので一度これを乾かします。蒸し終わったら一度きちんとね出来上がってるかどうかのねチェックもね最後してみてください。竹串を刺していただいて、で生の生地がついてこなければ OK です。これね蒸し上がりすぐやっていただくといいかなと思います。で、まだね生の生地がついてくるときはプラス1分ずつぐらい加熱してみてください。表面乾燥しないようにふわっとクッキングシートのせて軽く粗熱を取ります。それでは余ったかぼちゃの皮でかぼちゃけんぴを作っていきたいと思います。材料はこちらです。かぼちゃの皮、お砂糖、サラダ油です。こちらの材料でね簡単に作っていきたいと思います。
まずね、このかぼちゃの皮ですね。これを5ミリ幅ぐらいにね、切っていきます。はい、これで OK です。このように切ってください。それではですね、フライパンにサラダ油を入れます。で、火にかけます。サラダ油を伸ばしながら30秒ほどフライパンを温めます。30秒ほど経ったらかぼちゃを入れます。炒めていきます。で、このようにね、炒めてかぼちゃの水分を飛ばしていきます。このように焼き色がついてきたらお砂糖を加えます。そしてお砂糖を絡めて色がねちょっと変わるぐらいまで炒めていきましょう。このようにお砂糖が絡まれば OK です。はい、こんな感じです。最後にちょっとね白ごま振りました。かぼちゃけんぴはこれで完成です。はい、これでかぼちゃ蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように上もパカッと割れて、とても美味しそうなふわふわの蒸しパンに仕上がりました。かぼちゃの色もね、綺麗に出てますね。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼いたします。割ります。おー、ふわふわです。いただきます。美味しい。かぼちゃの甘みとコクが加わってすごく美味しいです。蜂蜜もね、このかぼちゃととても合いますね。ふわふわでしっとりです。トッピングがある部分いただきます。ゴロッとしたかぼちゃのトッピングの部分はさらにこうかぼちゃの風味が強まってとても美味しいですね。はい、そして余った皮で作ったかぼちゃけんぴいただきます。美味しい。すごくね香ばしくてかぼちゃの風味もあってとても美味しいです。ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のかぼちゃ蒸しパンのポイントです。まずかぼちゃは一口サイズの大きさに切っていただいて、その後皮を削ぐようにしてください。その方が皮を削ぎ取りやすいかなと思います。さらに加熱するときは火の通りが早くなるので、皮を剥いてからさらに半分切ってみてください。加熱する時間に関しましては電子レンジの種類とかでも変わってくるかなと思うんですけれども、もし加熱し足りないなっていう場合はプラス30秒ずつ加熱してみてください。そして潰したかぼちゃはですね、今回こしました。で、そうすると生地としっかりと混ざり合ってとてもしっとりで滑らかな生地に仕上がります。かぼちゃのゴロッとした感じを楽しみたい方は粗めに潰していただいてそのまま混ぜていただいて OK です。生地の硬さについてなんですけれども、かぼちゃの水分量で生地の硬さが変わってくる場合があります。なのでもし生地が緩い時はホットケーキミックスを加えて、逆に生地が硬すぎる時は牛乳で生地を緩めて調整してみてください。で、今回はですね、上がパカッと割れる蒸しパンにしました。パカッと割れる蒸しパンを作る時のポイントなんですけれども、まず生地をちょっと固めに作ることと、あと強火の火加減で蒸すことです。なので今回は強めの中火で蒸しました。で、そうするとですね、途中でねお湯がなくなってしまう場合がありますので、その時はお水で大丈夫なので少し加えてそのまま蒸し続けてください。上に乗せたトッピングなんですけれども、ちょっとね押し込むように乗せていただくといいかなと思います。軽く乗せただけだとこう蒸した時にかぼちゃがね取れてしまうことがあるので、結構埋め込むイメージでトッピングを乗せていただけたらと思います。かぼちゃの風味も楽しめてしっとりとしてとても美味しい蒸しパンです。材料も手軽なもので作れるのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかぼちゃ蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。